アニメ化。コクピットハッチが開いたまま戦場に飛び込んだガルス J と呼ばれる機体。後に意外な活躍を見せることになるこの機体は、元は思わぬ姿から始まっていた。ガルス J、 型式番号 AMX101。 テレビアニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」に登場。第一次ネオジオン構想と呼ばれる戦いが展開された宇宙世紀0088。エユーゴが新型機を作る余裕があまりない中、アクシズ改めネオジオンは少し前まで続いていたグリプス戦役の影響で大きく疲弊していたエユーゴをよそ目に、地球への侵攻に備えて多くのモビルスーツの開発を始めていた。その一環として作られたモビルスーツの一つは、後方支援機との連携を兼ねて作られた接近戦に強いものであったのだが、この機体の構造には思わぬ秘密が隠されていたという。それが異形から始まり2つの道へと進んでいくことになる機体、ガルス J である。パイロットはモビルスーツの操縦技術が高い一方で、ガンダムダブルゼータの初期からデビューした手前、お笑い路線真っ只中の敵として素人にさえあっさり翻弄される元祖残念なイケメンマシュマーセロ。本機はザクの系列機として作られながらも、この時代のネオジオンは裏取引に盛んだったのか、月にあるアナハイムエレクトロニクスの技術も取り入れた機体になっている。装甲は今や特別ではなくなったガンダリウム合金を採用。何気にアナハイムから帰還した技術者が持ち出していたのか、ジオンには存在しないムーバブルフレームを組み込んでいる。また本機はグフのような接近戦格闘に強い機体を目指しているとも言われているのだが、一方で頭頂高は 19.5 メートル、本体重量は 52.7T もあり、ぶっちゃけエユーゴのゼータガンダムの倍近く重いなど、そんなバランスで大丈夫かと言いたくなるスペックになっている。しかし総推力は 121,900kg と、数字上は可変機である同機を上回るくらいはあるため、推力ゴリ押しで接近戦に必要な機動力は出せるようである。さらにジェネレーター出力も 2840kW あり、ゼータガンダムよりは高いため、ビーム兵器も難なく扱えるくらいにはなっている。ちなみに本機は両前腕部に伸縮式のアームパンチ機構を搭載しており、いざという時は腕力高めの殴り合い空を展開することも可能であるらしい。武装に関してはグフの武装を採用したもので、左前腕部の5本の指につけられた毎分260発を撃てるというフィンガーランチャー、胸部左右にミサイルポット、正式な収納場所が未だに不明なビームサーベル。本機特有の珍しい武装であるが、中央にビーム、その左側に4連装ミサイルポットを備えているため、ビーム実弾両方の攻撃を一つで行える。多分対ビームコーティング相手にも安心安全なエネルギーガンがある。そして本機はマシュマー率いる巡洋艦エンドラに配備され、機動戦士ガンダムダブルゼータの3話から登場するのだが、この時敵対するアーガマの所在地を特定することに成功する。飛んで火にいるなんとやらというやつである一方、本機の整備が間に合っておらず、仕方がないのでコクピットハッチがない状態で出撃。一度はアーガマに張り付くことに成功するも、主人公であるジュドーアーシタの罠にはまって地面に落下。しかも彼が乗り込んだ素人操縦のゼータガンダムに頭部を破壊されて負けるなど、痛すぎるデビューであった。続く4話でも潜伏した状態でアーガマに近づいたはずが、普通にジュドーとその仲間たちに見抜かれてしまっていたため、一度は本機を奪われかけるという窮地に追い込まれる。それをどうにかして防ぐも、宇宙空間でゼータガンダムに蹴られてまたもや負けることになるなど、本機の実力を全く発揮できない結果であった。しかし量産機として作られることは決定したらしく、22話からは名もなき兵士の機体として登場している。続いて地上では LP プルが狩るガンダムマーク2にベースジャバーを奪われた挙句、エネルギーガンを持ったもう一体が母艦のサンドラを誤射するなど、活躍としては散々であった。しかも劇中終盤ではネオジオンの内乱でハマーン軍とグレミー軍の両方に使われたものの、
ほぼ目立った出番はなかったりと、本機は潜在能力の高さの割にほとんどその良さを生かせなかった機体だったのであった。ではガルス J はこんな見せ場とは無縁のモビルスーツのままだったのであろうか。ジオンと連邦の技術の融合とはこんなものだったのだろうか。いな。本機の出番はガンダムダブルゼータ以降の媒体から大きく増え始め、意外な発展まで遂げていくのである。まずは漫画媒体が中心となるが、機動戦士ガンダムウェアボルフでは宇宙世紀0087の10月、グリプス戦役の時期にはすでに完成しており、ティターンズの部隊を襲撃している。最終的には悲劇の結末にはなるものの、かつてのペイルライダーの設計を反映したペイルライダー D2 の頭部をアームパンチで破壊するといった活躍を見せている。続いて機動戦士ガンダムバルプルギスでは宇宙世紀0091にエユーゴのモビルスーツ部隊と交戦しているところが描かれている。宇宙世紀0096が舞台となる機動戦士ガンダムユニコーンでは、マラサイのビームライフルを装備した者がジオン残党たちによるトリントン基地襲撃作戦に参加。バイアランカスタムを撃ちまくるも全部回避されて出番が終了という悲しい末路であった。またその関連作品である星月のかけらでは、宇宙世紀0093にジオン残党軍所属の本機が街を襲うも、連邦のネモ3に痛い目に遭わされており、 UC0094 アクロス・ザ・スカイでは連邦のアグレッサー部隊の機体として使われ、続編の UC0096 ラストサンでは袖付きのブランダムール隊所属機が魔改造を施したエネルギーガンを装備してナイトロシステムをめぐる戦いに関わっていくことになったりと、その誕生からさまざまな舞台で使われていた。他にも異説の宇宙世紀が舞台となる漫画機動戦士ゼータガンダムディファインでは、宇宙世紀0086というアクシズが地球に帰還する前に作られた試作機が登場している。こちらはハマーンに反旗を翻した元ギレンザビの直属部隊のフェリシア・レインが操縦し、ハマーンのキュベレイを追い詰めるところまで行ったのだが、コクピットに直撃を受けて敗北している。ちなみにこちらのエピソードでは、本機の謎の一つであるビームサーベルの収納場所がサイドアーマーの内側に設定されている。こうしてかなりの派生作品に登場した本機であるが、同時に本機は射撃重視型、超接近戦重視型、2つの顔を持つ仕様といった発展機も作り出していたのである。射撃重視型ガルス、こちらは先ほどのガンダムユニコーンに登場したガルス K と呼ばれる仕様。この機体はぶっちゃけガンダムダブルゼータの時代に作られていたが、表舞台に出ることはなく、後にジオン残党の手でデビューしたというものである。性能面は本機のフィンガーランチャーやミサイルをなくした代わりに射撃性能を大きく引き上げたものになっている。それに伴い両肩アーマーの形状が変更されて、機体色がデザートカラーに塗り替えられている。武装は左右どちらの肩にも装備可能なガゾウムのハイパーナックルバスター、左腕にもザクデザートタイプの3連装ミサイルポット、右腕には多目的ハードポイントを備えるなど、さらなる拡張性まで持たせた仕様として改良されている。ちなみにガンダムユニコーンでは先ほどのトリントン基地襲撃の際に右腕にザクキャノンのビッグガンを装備した火力盛り状態で参戦。ガンタンク2を撃破するも最後は蜂の巣にされて終わっている。ちなみにガルス K はガンダムユニコーンの小説版とアニメ版では両前腕部の装甲や背面のスラスターなどに違いがあったりする。また関連作品である袖付きの木月町は歌うたうでは海賊に落ちた残党に奪われたものが登場し、他のジオン残党と交戦しているなど、こちらでもある意味同士討ちに恵まれてしまった機体であった。続いてラストサンでは先ほどの武器を魔改造したガルス J のパイロットの母親である静香トールが乗り込んだものが登場して最終決戦まで参加している。他にも時代は少し戻るが、機動戦士ムーンガンダムでも宇宙世紀0092にシャアーズナブル率いる新生ネオジオンが
地球へ降下してくるロンドベル隊の迎撃のために使用している。こうして遠距離ガルスともいえる本機もさまざまな場面で使われてきたのだが、続くガルスシリーズは真逆の進化を遂げたものであった。超接近戦重視型ガルス。こちらはガンダムユニコーンシリーズに登場したもはや並の兵士では扱えない仕様と化したシュツルムガルス。この仕様は軽量化を徹底するために両肩と両膝の走行を減らし、スラスターやプロペラントタンクまで犠牲にしている。その結果可動域が増え、重量もガルス J の半分以下にすることに成功。驚くべきことに格闘家といえるような動きまでできるようになっている。しかし基本は打たれ弱く、推進機の犠牲によって空を飛び回る能力も皆無であるため、まさに当たらなければどうということはない戦いを強いられる玄人向けの機体になっている。武装もそれに合わせて両肩のミサイルが打突や牽引用のマグネットアンカーに換装され、背中にはケンプファーのチェーンマイン、さらにザク2とギラ動画のシールドを組み合わせた魔改造武器であるスパイクシールドをグローブのように装備して使うという典型的な格闘スタイルのための武装構成になっている。それもあって劇中では最終決戦でネール・アーガマを襲撃した際に寝返ったギラズールとジェガンに挟み撃ちにされるも、ジェガンにはスパイクシールドの打突、ギラズールには間髪入れずに蹴りを放り込んで戦闘不能にするなど見事な達人ぶりを見せた。そこからあとはコンドイハーゲンセンが狩るジェガンエコーズ仕様を仕留めればネール・アーガマに手が届くといったところであったが、悲惨なことにユニコーンガンダムが射出した大型ブースターを当てられて空に放り出されるという悲劇を迎えたのであった。ちなみに袖付きの木月長は歌うたうでは本機のパイロットの素性や彼の人柄、さらにアニメの後の話が描かれている。一方で漫画機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネの方では格闘戦に強い印象や雰囲気はそのままであったが、ユニコーンガンダムに蜂の巣にされ見事にやられてしまっている。そして最後のガルスは時期によって姿を変えるという訳ありな機体であった。2つの顔を持つガルス。こちらは公式外伝アドバンス・オブ・ゼータ・リブートガンダムインでクロウサギの見た夢に登場したガルス S と呼ばれる機体。火星に存在するジオン残党のジオンマーズが作り出したもので、時期によって仕様が異なっている。一方は赤と白の親衛隊カラーの機体にヒートランスとシールドを装備するといったどちらかといえばギャンをはじめガズエルやガズアルに近いスタンスの仕様のもの。もう一方はデザートカラーの機体に中距離用の大型ビーム砲を装備したものになっている。この違いはジオンマーズの状況が大きく関わっており、もともとこの組織は1年戦争後に火星に落ち延び、最初に火星を統治していた支配者時代、ガンダムダブルゼータの時代である宇宙世紀0089以降にレジオンというもう一つのジオン残党に火星を乗っ取られた挙句、同組織にやられながらも戦うゲリラ時代を持つ組織であった。そして支配者時代のものが接近戦重視型の親衛隊カラー、ゲリラ時代になってからのものがガルス系にコンセプトが似たデザートカラーという火星の激動の時代に合わせて戦術スタイルも変えてきた2つの顔を持つ仕様だったのであった。こうして不遇から始まったガルス J はその反動というべきなのか、地球圏から火星圏までとその運命に抗わんばかりの痕跡や発展の歴史を残してきた機体だったのであった。そしてそんなガルス J の始まりの姿は意外と知られていない。余談、ガルス J の始まりは実は別の機体であった。というのも本機は名前とデザインが別経由で誕生した珍しい機体で、名称の方はガンダムダブルゼータの最初の作画監督であった長野守氏が描いた機体にガルス J という名前が付けられたのが最初だったのである。しかしスポンサーサイドとのトラブルもあって長野氏が降板、名前と一緒にその機体も採用されずに終わってしまった。そして一旦最初のガルス J が幕を閉じた後、伊豆淵豊氏が本機の元となるラフデザインを描いてから
頭部はそのまま伊豆淵し、その他を新同社がクリーンナップを行い、現在のデザインが誕生することになるのだが、新たなラフデザインの段階ではバオウと名付けられた別の機体だったのである。しかしそこからガルス J の名前だけがバオウに移され、現在のガルス J になったという、本機はかなり複雑な経緯の中で生まれた機体だったのであった。ちなみに最初のデザインも実は終わったわけではなく、後にコミックボンボンで掲載された漫画版ダブルゼータにて、そのままガルス J として登場していたりする。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。